ち旅のお時間です。今日はシンガポールのチャンディ空港にやってきました。これから3日間シンガポールを遊び尽くします。シンガポールは8年ぶり4回目なので、ある程度土地勘もありつつ新鮮な目線で楽しめそう。定番スポットを抑えた旅をしようと思います。まずはホテルまで移動しようと思うんですが、電車だと1時間もかかるみたい。車なら22分なのでそっちにしよう。シンガポールはグラブが使えます。早速マッチしたみたい。1階の3番ドアの外でピックアップだって。ちょうど目の前だった。合流機系出発です。そういえばシンガポールは左側通行だね。親近感がある。車はどんどんスピードを出してホテルへ向かってくれます。シンガポールはやっぱり綺麗だね。遠くの方にマリーナベイサンズと観覧車が見えてきました。 No, it's my third time, but the first in 8 years. Things have developed and changed a lot since then. 動画とか写真をパシャパシャ撮ってたら運転手さんがいろいろ教えてくれました。また前回からいろいろ成長してるよねって話をしてました。そろそろマリーナのあたりを通過していきますね。奥にはガーデンズ・バイ・ザ・ベイっていう植物園も見えてきた。今回のホテルに到着しました。チャイナタウン駅のすぐ近くにあるホテル1900。広くはないけど綺麗な部屋。12月のシンガポールはどこもホテルが高くなってたんだけど、ここは2泊で2万円ちょっと。唯一厳しいのはこれ。どう頑張ってもビチャビチャになるトイレ。まあトイレが空中に置いてるから汚くはならなそう。でも総じていい部屋だと思います。いきなりトラブル発生です。充電しようと思ったらプラグ形状がこれだった。いつも持ち歩いてる変換プラグがこれなんだけど、シンガポールのに対応してなかった。最近これでいける国ばっかりだったから油断してたな。一応 USB もあるけど足りなさそう。というわけで変換プラグを買いに行くことにしました。今19時24分なので急がないとお店が閉まっちゃうね。調べたらシンガポールの秋葉原みたいな場所があるらしいので行ってみます。トラブルが解決するまで晩ご飯はお預けだ。クラブに乗って移動します。やたらリラリラした車が来たけど、トヨタのノアで乗り心地はいいね。シムリムスクエアというところに向かっています。勝手にバンコクの MBK みたいな場所をイメージしている。到着しました。あの左手の建物っぽい。ありました。入ってすぐの売り場にあったからみんな忘れるんだろうね。これにします。形状は大丈夫そう。約5ドル。またトラブルです。まずプラグを買おうとしたら現金のみのお店で4ドルしか手持ちがなくて足りず、レボルートで現地 ATM から出金しようとしたらカードが見当たらない。今はグラブと忘れ物のやり取りを試みているところです。ドライバーさんと連絡がついてわざわざ持ってきてくれることになりました。本当に申し訳ない。いい人でよかった。無事にレボルートのカードを回収できました。ドライバーさんには50ドルをチップとしてお渡ししました。いきなり何なんだよシンガポール。でも無事に解決してよかった。ちなみにレボルートはアプリでカードの一時停止ができるから見つからなかったとしても悪用は防止できるんだけど、レボルートの利便性を身をもって体験したよ。では気を取り直して晩ご飯、ソンファでバクテーを食べます。今20時半くらいだからあまり混んではいないみたい。昔初めてソンファでバクテーを食べた時にスープの美味しさに感動したんだよね。
ローカルな名店は他にもあるのかもだけど、ソンファはどこにでもあるのが便利。お店に入ったら QR コードを渡されて、それをスキャンしてオーダーします。外国人にはありがたいシステム。ご飯のセットをおすすめされたからご飯とバクテー。スープを置かずにご飯3杯くらいはいけそう。あと角煮も食べる。中華圏のこの手の味付けは鉄板だよね。久しぶりのバクテーだけどやっぱり美味しいね。意外と米が合う。メニューにはシンプルなやつの他にもいくつかバリエーションがあった。今度はそっちも食べてみよう。角煮も美味しい。食後の散歩をします。目の前にあるのはオールドヒルストリートポリスステーション。もともと警察署として使われていた建物ですが、窓が綺麗ですよね。今は別の官庁の庁舎だったはず。じゃあ川沿いに歩いてみよう。正面に見えてるのはシティ、オフィスが集まる中心街ですね。立派なビルがたくさん。川沿いにはご飯屋さんやバーが集まってるみたい。賑やかな音が聞こえます。すごい明るいね。さっきの警察署から徒歩数分。綺麗だし治安もいいから散歩しやすくていいね。マーライオン公園にやってきました。夜22時過ぎだけど人がいっぱいいます。ザ・シンガポールっていう場所だよね。シンガポールの由来のシンガプーラっていう言葉がライオンの街っていう意味だもんね。なんかコントラストがすごいね。建国60年でここまで発展したなんてすごいことですよ。湾の向こう側にはマリーナベイサンズも見えてる。子供の頃に家族旅行で来た時はまだこれもなかったもんな。シンガポール4回目だけどまだ泊まったことはない。カジノは以前行ったけどね。あっち側はでかい音楽で盛り上がってる。まだまだ夜はこれからなんだね。おはようございます。今日はちょっとだけ雨が降ってます。今からご飯を食べに行きます。泊まってるのはチャイナタウンエリアなんだけど、ヒンズー教の寺院があった。病気を治す女神マリアマンが祀られているらしいです。隣はこの通りチャイナタウン。インドの列車みたいになってる。いろんなカルチャーが同居してて面白いね。今日はホーカーセンターに行ってご飯を食べます。目的地はマクスウェルフードセンターっていう大きくて有名なところ。歩いて5分くらいみたい。中鉄のすごそうな建物だ。六ガジ硫化因博物館っていうものみたい。目的地のマクスウェルホーカーはもうすぐそこ。マクスウェル駅のすぐ隣にあります。なんとクローズ中。2024年12月9日から9日、ピンポイントに今日だけ清掃でお休みだなんて、日頃に行いか。まあホーカーは至る所にあるから他に行こう。アモイストリートフードセンターに来ました。オフィスビル群の中にあって観光客はあまりいないみたい。チキンとダックのお店にします。美味しそうだよね。ダックさんがあちらにいます。美味しそう。どれも3ドルから6ドル、600円くらい。安くて嬉しいね。
QR コード払いもあるみたい。現金がなければグラブペイで払えるね。というわけでローストダックヌードル、もう絶対うまいやつで、近くスープもついてきた。チキンライスみたいにご飯と食べるのもいいけど、お肉のソースと麺の相性が良くてこれもうまい。これで300円くらいなの最高だね。というわけでごちそうさまでした。うまかった。食後のコーヒーを飲みに行きます。ちょっと仕事もしないといけないし。こんなところに東京会場のビルがあるね。日系の金融機関もシンガポールは結構進出してるよね。今から行くコーヒー屋さんはあの右側に見えてるとこ。ここはアルケミストというコーヒー屋さん。おしゃれオフィスビルの1階に入ってる。シンガポールでもレベルの高いロースターでコーヒー豆も売ってます。お土産に豆も買っていこう。コロンビアのシドラって品種のコーヒーがあったのでこれにしました。シドラは芸者以来久しぶりに感動した品種で大好きなんだけど、お値段もちょっと高め。でも美味しいんだよ。フィルターで入れてもらったコーヒーもすごく美味しい。事前情報通りいいお店だね。店内もかっこいい。カフェを出てバスに乗りました。シンガポールはバスが細かく張り巡らされているのでうまく使えると便利。タッチ機能付きのクレカで運賃の支払いもできるので乗り方も簡単です。今から5分10分くらい移動します。あ、ここラオパサじゃない？かなり綺麗な作りのポーカーで観光客も多いところ。明日来れたら来てみようかな。昨日来たマーライオン公園の近くまでやってきました。この辺りは昔の綺麗な建物が多いから散歩しながら巡ってみます。この辺りかっこいい建物が多いね。ここは国立美術館みたいだね。正面の丸いビル、子供の頃に泊まったホテルだな。ウェスティンだったと思うんだけど形が特徴的だからよく覚えてる。あの丸いビルの辺りまで歩いていきます。やってきましたラッフルズホテル。お高いから今回は泊まらなかったけどちょっと中を見せてもらいましょう。開業はなんと1887年、約140年もの歴史があります。日本だと渋沢栄一が作った帝国ホテルが1890年に開業してますね。140年の歴史がありつつ今もこんなに綺麗なラッフルズホテル。中庭もいい雰囲気です。もう少し奥まで進むとバーがあります。シンガポールスリングっていうカクテルがあるけどその発祥はここラッフルズホテルのバーなんです。大都会シンガポールの中心にこんな静かな空間があるなんて。もう少し年を取って移動しない旅スタイルになってきたらこういうところに泊まるのもいいですね。お邪魔しました。では散歩を再開しましょう。歩いてたら可愛い消防署がありました。これも昔の建物を使ってるのかな。ここは昨日も夜に来たオールドヒルストリートポリスステーション。明るい時間帯に来るとまた違った印象だね。それじゃあ一度ホテルに戻りましょう。今日は夜にお出かけするのでその前にちょっと準備します。ナイトサファリにやってきました。世界初の夜の動物園としてオープンしたシンガポールのナイトサファリ。夜の生態を垣間見ることができます。今回はトラムではなく歩きで回ります。
ここは出発地点。トラム乗り場はあちら。これに乗って園内を回りながら動物の紹介をしてもらえるんですね。歩きルートはこちら。割と真っ暗。仙山港の道。カワウソだ。カワウソってこんな声で鳴くんだ。すごく人間慣れしてる。餌くれないと分かったら帰ってくる。こっちはライオンだね。ライオンはこの環境をどう思ってるんだろう。結局1時間くらい歩き回っていました。ナイトサファリすごくいいので、機会があればぜひ来てみてください。最終日です。ホテルはチェックアウトしてお昼ご飯を食べに来ました。ラオパサにやってきました。観光客も多い方からです。お店がたくさんあって悩むけど、最後はハイナンチキンライスにしよう。チキンの他に野菜もつけてもらった。タレが思ったよりサラサラしてる。野菜もありがたいね。あとはお米。多分これがシンガポール最後のご飯だけど、これは大当たりだね。チキンはしっとりしてて皮がプルプルで美味しい。チンゲン菜的なナッパも美味しいね。すごく美味しいんだけど、唯一の難点はこれ。巨大サーキュレーターがあって風がすごい。でも活気があって観光客も利用しやすい雰囲気だから、旅慣れてない人にもいいね。電車で移動してきました。これから向かうのはこちら、マリーナベイサンズ。多分今回の最後の立ち寄りスポットかな。今いるのは駅直結の入り口のあたりです。観光客ホイホイの TWG があります。綺麗だね。反対側にはカジノが。入ってすぐに TWG とカジノを配置するってちょっと邪悪すぎないか。まあでも電車で来るような人はカジノにとっては客じゃないか。ATM 並んでるのも邪悪だな。シンガポールのカジノは25歳の頃にボロ負けしてるから行ってません。中に水路とゴンドラがあります。東南アジアの人が大好きな建物内の滝。ゴンドラに乗った人は大変な目に遭わされてます。物のブランドが全てありそうな勢いだね。大きなフードコートも1階にありました。シンガポールのフードコートは綺麗。当時バンコクに住んでた時は、なんでうちの親父の赴任先はシンガポールじゃなくてタイだったんだよって羨んでました。当時からシンガポールは綺麗だったけど、バンコクはそうじゃなかったからね。今はバンコクにもこんな感じの商業施設が増えたけど、やっぱりマリーナベイサンズがこの地域の先駆けだったんじゃないかな。ファクトリーストアもあったんですけど、ストアっていうか通路。
かなかすごい発想。じゃあせっかくなので植物園の方も行ってみよう。シャネル横の通路から行けるはず。ホテルの方に来ました。意外と薄っぺらいんだね。奥に植物園があります。ホテル内、真の国の民としてはちょっと不安になる薄さだ。インドネシアとかは地震津波被害があったりするけど、シンガポールやタイはそういうのあんまりないよね。あそこで朝食とかを食べられるのかな。機会があれば泊まってみたいね。今回はホテルをこのまま通過。向こうに見えてるのがガーデンズ・バイ・ザ・ベイです。今日は中まで入る時間はないんだけど、もう少し近くまで行ってみるか。なんかあそこ歩いてる人がいるね。こういう感じなんだね。背景が完璧な曇り空なのが惜しいな。ホリデームード。ここは夜に登ったらきっと景色が綺麗なとこだね。残念ながらドドン店なので今回はバスで。子供とかこういうのも喜びそうだね。植物園の外なんだけど、ここにもなんかある。何なのかはわからないな。東南アジアっぽさはある。じゃあそろそろ空港に向かおうかな。空港にあるジュエルを見てみたいんだよね。でっけー。ここはチャンギ空港にある商業施設ジュエル。2019年に開業したチャンギ空港併設の巨大な空港施設で、出発前に買い物や食事ができます。マリーナベイサンズと同じデザイナーが設計してるらしい。なんかわかるよね。ここが正面かな。小さいところの大きなスケール。それがシンガポール。久しぶりに来たけどさらに発展してびっくりだよ。前回来たのは JAL の JGC 主導として来ていて、今回は ANA の SFC 主導の締めくくりとして来ました。来るたびに進化してるから定期的に来た方がいい国だね。これは空港のターミナル間をつなぐシャトル。滝のそばを通るときは徐行運転をしてくれます。というわけで今回のシンガポールからはここまで。今回もご覧いただきましてありがとうございました。これにて SFC 獲得なので、次からはラウンジも使えるし、ガンガン旅を続けようと思います。よければチャンネル登録をしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。